ウォーハンマーなんて高いだけだろ。なんてことを。俺はもうガンダムアッセンブルに行く。ウォーハンマーなんかやってられるか。待つんご。なんだお前は。落ち着くんご。何もウォーハンマーをやめることはないんごよ。何を言うか。俺はもともとガンプラ勢だ。そしてガンダムのミニチュアゲームが出たんだ。もうウォーハンマーを頼らずともミニチュアゲームができる。高いミニチュアを買わなくても生きていけるんだ。命がけでホビー趣味してたのか。だったらワイがガンダムとウォーハンマーの共通点。そしてどっちの界隈でも活かせる点を紹介していくんご。なんだと。一体どうしてこんなことになったんごか。遡ること数時間前。機動戦にサンゴル。帝国に攻められたサンゴは偶然魔導兵器に登場し、9年戦争に巻き込まれる。また面白い動画を作ったんごよ。今度出るガンダムアッセンブルの動画は間違いなく今がトレンドんご。絶対再生数と話題性になるんご。これもが先の店長が。ウォーハンマーでガンダムネタしたら再生数伸びんじゃねとヒントをくれたからんご。店長ありがとんご。きっとこの動画は伸びるんご。お礼に概要欄に URL 貼っておくんご。電話見たことない番号んごね。もしもかおはようございます。私 GW の偉い人なんですが。GW の偉い人ついには意味の案件だったんごか。いえ、あなたの動画を、当社は異端認定しました。異端ははは、ウォーハンマーみたいなこと言うんごね。あなたのチャンネルは当社の IP をいじくり回しあることないことばらまき散らした。その結果、いらっしゃいませ。こういうのに興味がおありで。はい、最近動画見て知って、どんなのかなって気になって。そうですかそうですか。気になる軍勢はいますか。サンゴルってミニチュアがすごく個性的で可愛いなって。かわいい。どこが可愛いのかお聞きしても。あのんごんごいう喋り方とか混沌の軍勢なのに優しいところとかベラコールと仲がいいところとかすごく楽しくて。はは、わかりますそれ。このように、ウォーハンマーとかけ離れたファンが増えてしまった挙句、ついには新規がそれを信じてウォーハンマーストアに集まり、不可思議なウォーハンマーを語り始めるという。昨日のサンゴ見た？ウォーハンマーの世界は高いしたら異世界に転生してストアでアルバイトするんだね。どうするんだよこれと、当社が手掛けたクリエイティブな財産をもてあそび広告収入を得ているなんて絶対に許せません。いやいや、結果的にプレイヤー増やしてるわけだし、収益もウォーハンマーに全部使ってるし。ウォーハンマーされてるならわかるでしょう。帝国から離れれば異端なのです。当社と違うウォーハンマーは異端なのです。おとなしくするんで。どうか収益停止だけは。つきましてはあなたの惑星に浄化爆弾を落とします。収益停止どころじゃなかったんご。2000XX 年、世界は浄化の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け。あらゆる生命は死に絶えたように見えたが。ミニチュアだ。囚人は死滅していなかった。グラフィックのショットこそ至高だ。コントラストは異端。ベースデコレートしてないミニチュアはバトルに出すべきじゃねえ。サンゴよりはやめろ。サンゴールが正しいんだ。バカ野郎。今はサンゴールだ。それはどっちでもよくね。世界は、ミニチュアバーバリアンがはびこる学習会の世界となってしまった。さらに、世界をこんな風にした GW のミニチュアなんか買わねえ。俺はガンダムアッセンブルを始める。荒れた世界には、新たなるミニチュア勢力が生まれた。おいバカはよせ、家にあるスミプラはどうする。そんなもん売って全部アッセンブルに費やすさ。なんだと、ウォーハンマーと違って安い分お釣りが出るだろうさ。なんてことを。ワイのせいで、死滅世界になってしまうなんて。いや、嘆いてはいけないんご。ワイは今一番勢いのあるウォーハンマー YouTuber んご。この世界を救い、みんなを楽しくゲームできるように導くんごよ。じゃあな、お前らウォーハンマー勢はどんどん値上げされるミニチュアの自落でもしてればいいさ。それ以上いけない。待つんごよ。なんだお前は。ワイはウォーハンマー YouTuber んご。ガンダムアッセンブルをするのは止めないけど、ウォーハンマーをやめるのはもったいないんごよ。なんだと値段も段違いに高い上に様々なハードルがあるため初心者が少ないから、ウォーハンマー始めました。というだけで皆で囲い込むようなかそった趣味のウォーハンマーをなぜやめてはいけないんだ。おいそろそろやめようぜ。確かにウォーハンマーの加速っぷりはやばく、ウォーハンマー動画が伸びなすぎてチャンネルも少なく、ガンプラ動画出したら比べ物にならないほどに伸びてしまってそっち路線に入った YouTuber も多いし、なんなら登録者の多いウォーハンマーチャンネルもみんなガンダムアッセンブル紹介したからワイも便乗してするほどに知名度低いけど、また浄化爆弾落とされるよ。ウォーハンマー 4TK とガンダムを両方やっていて損はないはずんごよ。この流れで言われてもな。聞くだけ聞いてみようか。まず 4TK とガンダムの出発点が非常に近いところがあるんご。出発点。宇宙の戦士って SF 小説は知ってるんごか。ああ、スターシップトルーパーズって映画にもなった SF 小説だろ。あれに出てくるパワードスーツは間違いなく影響を受けてるんご。パワードスーツシナモン映画になかったぞ。小説にはこの通りあるんご。うわだっさ、これが元祖パワードスーツかよ。まあこれ以前にスカイラーク、やレンズマン、など SF 小説にはパワードスーツの概念は確かにあったけど、装着者の動きをセンサーが感知し、機械的な動力でその動きをトレース、強化する。真空、放射線、高重力下での活動を可能にする生命維持装置。この他マリーンにも搭載されてる機能の多くは宇宙の戦士が発んご。へえ、そうなのか。おいおい、パワードスーツの原点はわかるけど、モビルスーツは違うだろ。それならまずこの画像を見てほしいんご。おお、かっけえな。これはなんだ？日本の SF 作品を中心とした企画制作スタジオの、スタジオの絵が宇宙の戦士の挿絵に描いたものんご。マジで？これと同じものをこんなデザインに、ここまで思い切ったデザインに改変するとはやるな。その気合の入ったデザインに、ガンダムは影響を受けたらしいんごよ。そうなのか。
SF 小説に影響を受けたって噂は聞いたことあるけど、言われてみれば、モビルスーツっぽい雰囲気があるっちゃあるな。ガンダムもない時代に、ここまで革新的なロボデザインしてや影響も受けるわな。故障も面白い呼び名があって、原作だとモバイルインファントリーと呼ばれてるんごよ。このパワードスーツ部隊の呼び名か？どこかで聞いたことないんごか？あ、もしかして、モビルスーツと関係あるのか？その通りんご、英語での機動戦士はモバイルスーツんご。綴りは同じだが、読み方違うよな。当初、パワードスーツをそのまま使う案もあったが訴訟の懸念もあり、すでに決定していた機動戦士という単語の機動、モービルにスーツをつけ、間延びを解消するために縮めてモビルスーツとされた。急に説明っぽくなった。ウィキからの引用語。なんて手抜き解説。実際ウィキにも他にも面白い話あるから実際に調べてみるといいかもんごね。おいおいちゃんと解説しろよ。これ以上掘り下げると多すぎてガンダム動画になってしまうんご。それは仕方ない。なあ、少し気になったんだが、テラニットの元ネタって、宇宙の戦士たちのバグズだったりするの？いいところに気づいたんごね。これに関しては制作者がローグトレダーのインタビュー時に語ってたんご。ローグトレダー1987年に出た TRPG で、ウォーハンマー 40K の一班とも言える TRPG んご。これが一班か。本当だ、ローグトレダーって書いてる。この時代からピラミッドの設定はあって、この通りデザインもされていたんご。これが初期の卵さんか。この時期のインタビューで開発者が多くの SF 作品から影響を受けてると言ってたから、間違いなくバグズの影響も受けてると思うんごよ。つうかもうあからさまだよな。ブワーってくる巨大な虫エイリアンなんてバグズだし。なんなら原作では、ほぼ生物兵器だけの虫群れではなく、知的で技術を持つ種族だったんご。どういうことだ？個人成功の射撃武器、飛行性エネルギー兵器、ミサイル、宇宙船まで使ってくるらしいんご。すげえな、かなりテラニットに近いぞ。このように、ウォーハンマーもガンダムも一つの作品から多大な影響を受けたんご。それはすなわち、同じ親を持つ血を分けたブラザーなんごよ。まあそういう言い方もあるのか。でもそれがどうしたってんだよ。問題はここからんご。どちらの作品も、その後に大きく影響を与えてるんご。というと？言わずもがな、ガンダムはロボットアニメの金字塔んご。その後の影響は言うまでもないんごよね。そやな、この作品がなけりゃ日本はロボット大国にならなかっただろうさ。一方で 40K も、パワードスーツという点でもかなりの作品に影響を与えてるんごよ。まあそうだよな。近頃はパワースーツを装備して戦う SF ゲームとか多い気がするし。日本での登場ロボ、欧米圏のパワードスーツ。この2つの文化を根強くした作品で、元ネタも近いとこから来てるってのに、どちらかを偏見つけてやめちゃうのはもったいないんごよ。いや浄化爆弾落とされたから愛想尽きたんだけどな。うわまあ、確かに、面白い話では、あったよ。いや綺麗ことだろう。もはや別作品だし好き嫌いもはっきり分かれる。ダメんごか。ならば、二人とも、ウォーハンマー作る時の接着剤は何を使ってるんごか？そりゃタミヤの接着剤だな。ニッパーはタミヤ製だな。そう、この2つは使いやすく、ウォーハンマープレイヤーも愛用してるんご。無理やり共通点上げてきたな。侮るんじゃないんごよ。実際海外では店にタミヤ製のニッパーと接着剤がないから、店では作らないなんてジョークがあるくらいんごよ。なんだそのブラックジョーク。実際使いやすいけど。これは日本のプラモ文化が強かったからんご。そして今度出るガンダムアッセンブルは、ガンプラと比べてニッチなくらい小さなミニチュアんご。そうなればウォーハンマーで培ったペイント技術やミニチュアペイントは必ず役に立つんご。だからあれんご、やめるのはもったいないんごよ。はいはいわかったわかった。世界が浄化されて少しさっきだってたけど、確かにやめるのはもったいないな。じゃあ、ガンダムアッセンブルの発売日は10月だっけ？まだ面白いかわからないし、それまでのんびりウォーハンマーを継続するのも悪くないよな。そうこなくては、それにアッセンブルはウォーハンマーに似たルールっぽいんごよ。らしいな、ボードが用意されてて、マス目にミニチュアを動かすようにできてるんだっけ？これはアンダーワールドによく似た雰囲気を出してるんごね。カードも使ったりするんだってな。これならアンダーワールドで予習するのもありだな。アンダーワールドは一番安くできるウォーハンマーんごよ。じゃ今度やってみるか。ぜひプレイしてほしいんご。まあ、面白い話だったよ。世界に影響を与えた2つの作品が、共通する SF 小説に繋がっていたってのはな。だな、そもそも SF 作品って、結構他作品からヒントにどんどん発展していってるんだっけ？SF やファンタジー作品の多くは同ジャンルからリスペクト&オマージュしまくってるんごよ。だったらホビー趣味も互いに盛り上げた方が、今後面白いものも増えていくかもしれないな。ナイスな考え方だな。俺たちユーザーが遊べば界隈、ひいてはジャンルそのものを押し上げるだろうさ。ワイもそういうのが言いたかったんごよ。ほんとかよ。どっちでもいいけど、争ってるミニチュアバーバリアンたちも落ち着かせようぜ。そうだな。楽しく遊んでや学級会する暇もなくなるだろうしな。ぜひぜひさっきの話もしてんごよ。へいへい。他にもピラミッドやひな形は宇宙からの侵略者と戦う話だったとか、その辺も調べてみると色々ネタが見つかると思うんごよ。なるほどね。偏見でどちらかを捨てるなんて世界を狭めてしまうな。ああ、せっかく更地になって広く見渡せる世界になったんだ。強欲に楽しむとしよう。こうして、どちらのファンも仲良くなり、世界は平和に復興していった。ウォーハンマー勢は STC という何でも作れる装置を作り、ガンダム勢はコロニーやモビルスーツといった人類に貢献できる機械を提案したのだった。手を取り合った彼らのおかげで、焼けた地上は新天地として1日で復興し、浄化は何もなかったかのように元通りになりました。それは適当すぎるんごよ。
だけどまあこうして動画作りを無事に再開できたからよかったんを。また見たことない電話番号をね。もちゃもちゃおはようございます。大のものですが、ついには意味の案件が。あなたのチャンネルが当社の IP を汚しているためコロニーを落とします。どちらの作品も黒いってとこが一番の共通点かもんを。